はい、大島さんよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい、人生の歩み方と守護霊っていうテーマなんですけど、はいはい、人生を歩んでいく中で誰でも見えない存在から守られるような人生だったら嬉しいなって思うんですけど、大島さんは以前どんな人にも守護霊がいるよっていう話をしてくれたんですよ。守護霊っていうのは目に見えない存在なので、僕たち人間が直接何かを渡すことはできないので、やっぱり生き方とかそういう部分で何か恩返しっていうんですかね、より守られていくような人生になるのかなって思うんですけど、こう守られる生き方と守られない生き方っていう視点でおいてはどういった生き方の違いになりますか？守られない生き方っていうのは基本ないと思います。もう全てが守られてる生き方になっていくと思うんですよ。だから逆に守られてるから、今ここに生かされてる役割なんですよね。だからそれぞれの役割があってこの世に生まれてきてると思うんです。なので比べようがないんですよ。ただ個性っていうものはすごい大切なんですね。だからある程度今我々日本人やったら誰かに合わせて生きなきゃとか人の顔色を伺ってとかっていう生き方がすごく今住み心地の悪い日本を作っているような気がするんですけど、合わせて生きることもある程度は必要ですよ。だけどやっぱり個性っていうものってすごい大切だと思います。だから役割を持ってこの世に私たちっていうのは生まれてきてると思うんですよ。っていうことはその役割を全うするためにはやっぱり守られてる守っていただいてるからこそこの世に生まれてきてるんだってまず自覚していただくことって必要なんじゃないかなって。逆に守られてないんやったらやっぱりこの世にね生まれてきてないんじゃないかな。だから十人十色個性役割いろんな役割とその生き方っていうのがあって、だから守護霊っていうのは誰しもについているものだと私は思うんですね。だから守護霊っていうのはもちろん目に見えない存在だと思いますし、この形姿ではない。でもその代わりその時と場合にいろいろな形とか姿で現れてくれると思うんですよ。それは仲のいい友達のアドバイス言葉であったりとか、たまたまその一冊の本が目に入ってそのページを開けてみたらその一小節がすごく気になった。これも一つの気づき。だからそこに咲いてる花を見て何かにハッと気づかされた。たまたまテレビの番組のそういった一つのコマ見て何か気づかされたとか、そういった何か気づきや学びを常々与えてくれてるんですね。だから仏さんとか神さんっていうのは私たちにこの体を持った人間と同じく形でもなく姿でもなくね、そういった存在として目に見えるわけじゃないんですけど、感じるわけじゃないんですけども、目に見えないからこそありとあらゆるところにこの世の中にある存在そのものにいろんな姿形を変えてね、私たちにその人に合った気づきや学びを与えてくださる。で先ほど苦の話もしましたけども、苦しみを与えてくださるのも一つのご加護やと思うんですよ。今成長しなきゃいけないからここ乗り越えときなよ。ね、本当は助けてもう助けてあげたい。本当はこの子を救ってあげたい。親がこう思う気持ちと一緒ですけども、でも何でもかんでも親がしてしまうと何も知らない大人になってしまうのと一緒で、今守護してくださるそれがご先祖さんであれいわゆる守護霊であれ指導霊であれ守ってくださっている存在たちはその苦しみっていうのも一つの課題として与えてくださってるわけね。だから今気づいてほしいから、今成長してほしいから、このタイミングで嫌いな人をご用意してくださったりとか、このタイミングでなんかちょっと怪我してみたりとか、いや私は守られてないんだってその時は思ってしまうのも私たちかもしれませんけども、でもそれをもっておかげさまっている結果論が出てくるはずなんです。だから苦しい時こそやっぱり余計守っていただいている時なんじゃないかなって私は逆に。反対に今度は楽ばっかりを与えてくださっている守護霊っていうのは多分ないと思います。歯を食いしばって我慢してくださっている。歯を食いしばりながら本当は手助けしてあげたいけども、それをしてしまうとこの子は成長できないからその課題を与えてくださっている。こっちがほんまもんやと思うんですよ。苦しみを取ってあげてる、その人の悩み事を取ってくださる、これも一つのね神仏のご加護やと思いますけども、あまりにも
それを奪いすぎるとその人って気づかないままいっちゃうんですよ。っていうことはもっと災難にやってしまうんですよね。だからそういったことを今美咲の苦しみを奪って楽を与えてくださってるのは逆の存在じゃないかなって私は思います。はい、惑わしたりとか楽させたりとか成長させない、こいつ成長してもらっちゃ困るからとか。守ってもらうためにはなんかどういうことをしたらいいのかっていうなんかそんな考え方やったんですけど、そもそも大前提常に守ってもらえてるというか、そういうことです。だからもっとこう成長させてもらうためにはやっぱりこう自分が一番分かってると思うんですよ。例えば人をこうけなしたりとか陰口言ったりとかね、人に迷惑をかけることをしちゃいけないって誰しも思ってると思うんですよ。それが一つの戒めってやつなんですね。やっぱ無駄な殺生しちゃダメだよとか嘘ついちゃダメだよとかね、こう人に迷惑かけることしちゃダメだよとか、そういったことっていうのは必要最低の人の気持ちとして持ってると思います。特に私たちはそういったことをねこうなんとなく自分の心の中で分かってると思うんですよ。だからそういった生き方ができてる、今日もありがとうって言える生き方とかね、そういったことができてる人はちゃんともっとご加護をいただけるんじゃないかな。守ってもらってるとか守っていただいてることが多分実感できるようになると思います。ところが人に迷惑をかけたりとか、人を妬んだり恨んだりしているような人はやっぱり真逆の存在たちが寄ってくるんじゃないかなと思いますね。確かにそうやって、生きてる中でいいこともあったり、自分の中で嫌なことがあったとしても、守られてるんだっていうような生き方をしてるってなんかすごい幸せやなというか、そうです。豊かな生き方やなっていう。そうですね。だから人間っていうのはねどっちかっていうと悪いことの方が身近なんですよ。なので本当は悪いことと悪いことの間っていうのはいいこといっぱいあるんですよね。ただこのいいことっていうのが当たり前になってることがそのマイナスになってます。だから悪いことと悪いことがつながっちゃうんですよ。だから悪いことだらけっていう考え方にどうしても悪いことの方が目についてしまうし感じるんですよね。だからマイナスの方が感じやすい、私たちは。やっぱり嬉しいとか楽しいとかありがとうっていうのはそれだけでも波動が高いわけなんですよ。だからちょっと心に向き合わないと遠い場所にあるんですよね。身近にあるのが悪いことなんですよ。感じやすいから。なので自分の心に向き合ってる人っていうのはやっぱりありがとうとか感謝っていうそういった波動のエネルギーにより近い。そういう意味ではその波動が高いっていうその感覚っていうのはよりそういう見えないものとも共に生きてるようななんかその感覚のってことなんですかね。そうですね。守っていただいてるっていう気持ちで生かされてればね、生かされてるって思えば日々やっぱり朝起きれたこととかね、今日も朝ごはん食べれたとかね、今日も大好きな人と出会うことができたとかってそんなことでも当たり前にはならないと思うんですよ。ありがたいなって一つ一つのことが。っていうことはありがとうの方がほんま多いんですよね。ところが悪いことが続くように見えてしまってるのも私たちなんじゃないかなと。そうだから当たり前になってるのが怖い。当たり前じゃないんですよね。私たちってもう生まれた時から死に向かって生きてるわけやから。ってことはいつ死んでもおかしくないような世の中なんですよね。だから危険っていっぱいあるじゃないですかと。そんな中で事故するかもしれない、怪我してしまうかもしれない、昨日まで元気やった人が突然亡くなることなんてあるわけでしょ。っていうことはいつ亡くなってもおかしくないのがこの生きてる世界であり、その中で今日もねこうやって生活ができたっていうことは本当に奇跡と言っても過言じゃないぐらいありがたいことなんですよ。でもそれが明日もあるわ、明後日もあるわ、いや10年後もあるわっていうような気持ちで生きてると当たり前になってしまって、そういう人に限って今度は悪いことが目についてしまう、悪いことを感じてしまう。そうすると悪いことがくっついちゃって真ん中にあるいいことが見えなくなってしまったりして、悪いことばっかり起きるわってなってしまうんですよね。そうじゃなくって日々の中でいいことの方がほんまは多いんですよと。そこを見ることができるのか見ないのかっていうのはすごい大きいんじゃないかなと思います。はい、いやもう反省しかないですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベントと YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。